まずはじめにですね、本日の大まかな流れについて簡単にご説明差し上げます。まず第1部の勉強会が2部構成になっております。最初にこちらのパネルディスカッションをさせていただいた後、それをもとにですね、皆さんに参加していただくワールドカフェという手法を用いて国際協力で、失礼しました。ワールドカフェという手法を用いてですね、今日のテーマについて皆さんで考えていきたいと思います。でその後第2部は懇親会ということでケータリングも取っておりますので、皆さんが直接いろいろなお話をできる機会が持てるようになっています。早速ですけれども、まずパネルディスカッションの部を始めさせていただきたいと思います。はじめにですね、私の方から簡単に今回パネリストとしてご参加いただく3名の方、まずお名前だけご紹介させていただきます。隣からですね、現国連世界食糧計画で現在仙台の現地調整官を務めていらっしゃいます中井幸次郎さんです。でそのお隣が次はですね、日本赤十字社国際救援課で現在東日本大震災担当をしていらっしゃいます土地林直子さんです。でそのお隣がジャパンプラットフォーム事務局長代行椎名紀之さんになります。ではこの後このお三方から現在取り組まれている活動を踏まえた自己紹介をしていただきます。その前にちょっと私自身についても簡単に自己紹介をさせていただきたいと思います。私現在ミュージックセキュリティーズ株式会社というところに勤めております。変な名前だなと思われるかと思いますが、10年前にですね、ミュージシャンの方、音楽をされているアーティストの方をファンのお金で支援をするという音楽ファンド事業を始めたのがきっかけで、この10年間そういった小口で投資をするファンド事業をしておりました。その間にですね、音楽ファンドだけではなくてですね、サッカーのスポーツ選手を応援するサッカーのファンド、日本酒の酒蔵さんを支援するファンド、あとは農業の方を支援するファンド、そして私が担当しているのがですね、途上国のマイクロファイナンス機関を支援するマイクロファイナンスファンドというのを手掛けておりました。でこの震災後にですね、当社としても本業の部分を生かして何か貢献できる道はないかということを考えまして、本日資料でも1枚入り口のところに置かせていただいておりますけれども、こういったセキュリティ被災地応援ファンドということでこの震災対応には関わらせていただいております。そういった点から今日のテーマですけれども、震災が日本の国際協力をどう変えるのかといったそういうテーマにもいろいろ思うところがありますので、皆さんと同じ目線でこちらのパネルディスカッションを進めさせていただきたいと思っております。それでは早速ですけれども、中井さんの方にバトンタッチをしたいと思います。どうも WFP の中井です。こんにちは。そうです。写真がなんかいろいろ用意したんですけど、これと全然関係ない話をしますので、話がつまんなかったら写真の方を見てください。WFP で今10年ぐらい働いててですね、スーダンの西ダルフールのザリンジっていうところで所長をやってたんですが、今回日本の祖国の震災だということで、帰ってきてで4ヶ月プロジェクトを終えて、で明日またダルフールに戻る予定です。なんか5分ぐらいでご紹介していいってことなんで、いろいろあるんですが、WFP の話じゃなくて私の話でもしようかなと思って、今回3月11日にCNN でですね、津波の映像を見てこれは大変だと思って、12日にですね、福島が爆発してもう仕事が手につかなくなってですね、上司にちょっと家族も心配だし帰らせてくれとお願いしたところ、
渋い反応だったんで、直属がダメならその上ということで局長に願ってですね、1週間だけ休みを取って、日本に帰ってきました。で、WFP は非常にいい組織で、こう1週間だけっていうと言いつつ全然帰るつもりなくてですね、来て次の日に椎名さんのところに行って「椎名さんどうなってるんですか?」つってですね、ジャパンプラットフォームさんは震災2日目からもう現地入りしてましたんで、いろいろ情報収集させていただいたりして、 WFP 今回は物流事業だったんで、物流の専門家が世界中から、集められたんですけど、私は全然物流の専門家でもなくて事業の専門家でもないんで、どうせ呼ばれないだろうなと思ったら案の定呼ばれなかったので、無理やり押しかけボランティアということで、最初21日に帰ってきて最初1週間ぐらいですね、押しかけボランティアやって、それで「いや僕は椎名さんと仲いいよ」とかですね、 NGO の人みんな知ってるよとか言って、なんかアピールしてですね、それで3月のすぐ遅れちゃったんですけど、3月27日に、仙台の方に行って、で、物流事業ということでさっきから流れてるこうテントとかですね、あとトラックでの配送、あとNGO さんのキャパビル等々の事業についてました。大体この写真が終わると大体5分終わるので多分まだ時間があるということなんですけれども、今回いろいろなことがありまして、今回いろんな言いたいこといろいろあるんですけど、こういう有事の際に肝心なことは、行動するかしないかと、多分その一点に尽きて、で行動力があるとかないとか、なんとかかんとかっていうよりも、動くか動かないかということを感じまして、それは私が組織の中でもそうですし、被災者の方を見ててもそうですし、要するに動くか動かないかと、多分それだけだと思います。で、大体こう東北の方行くと WFP とか行っても誰も相手にしてくれませんから、なんか、ボランティアですって言ってですね、行くと、通りが良くて、テント団体のボランティアということで結構なんかWFP っていうよりはですね、なんか中井さんっていうなんか結構固有名詞で動いてて、最後の方になったらすごい被災者の方と仲良くなって、中井さんちょっと冷蔵庫 50台欲しいんだけどよろしくとかなんかトロール船1台欲しいんだけどとか、なんかそういう話もつながったりして、結構今回はですね、なんか組織うまく使いながらやりたいことやれたかなという感じがしてます。あとはそうですね、自己紹介ほとんど言うことはないんですが、いくつか今日のディスカッションとして今回思ったのは、まず一つ目は、要するに日本というこういう先進国で、グローバルジャパニーズスタンダードっていうのがあると思ってて、要するに WFP ですと普通食料とかっていうと豆とか食料としかやらないんですけど、今回はいろいろうまい仕組みを考えついてチョコレートあげたりポテチあげたりですね、日本のスタンダードに合うような支援をしました。で、そういうなんていうんですかね、そういうことをしてもいいのかどうかと、要するになんかその人道援助の中立性っていうかですね、なんで日本にだけは手厚くして途上国は手厚くできないんだとか、要するになんかジャパニーズスタンダード対グローバルスタンダードみたいなことを感じたのと、あともう一つは、先進国っていうことで行政とか自衛隊さんがすごいしっかりしてるんで、国連がやる必要あったのか、ちょうどもう5分ですね、国連やる必要あったのかなと、やる必要って、国連はじゃあ行政と社協と自衛隊がいる中でどこをやるべきなのかで、 NGO は何やるべきか、ボランティアは何やった方がいいのかみたいなこともよく考えてました。あとはですね、唐突ですが最後なんですが、今回私、上司と喧嘩して勝手に帰ってきちゃったんですけど、なんか私の時代認識としてはもう広島に原爆を落とされたぐらいの、なんか60年か70年に1回ぐらいの、日本はこれで変わるなと、なんかガラガラポンになって変わるんじゃないかなと、こういう時にはこの国にいないとまずいと思って帰ってきたんですが、東京を見ていると大体ゴールデンウィークぐらいで大体なんとなく盛り上がりが終わってですね、その後またもともと普通の日本に
戻ってきて、これで変わらなかったら、まあ、日本はこのままあと100年200年変わらないんだろうなと、これで日本は変わるか変わらないかみたいなことも、個人的には考えております。後でじゃあ皆さんとお話できるのを楽しみにしてます。以上です。